通常のレースゲームとは違い、ライバルと順位を競うのではなく、彼女を助手席にはべらせて、美しい風景の中を、好きな BGM を流しながらドライブを楽しむという、斬新なゲーム性で大ヒットした体感ゲーム、アウトラン。最初の家庭用移植は、セガマーク3版でしたが、当時の業務用基板と家庭用ゲーム機の性能差はいかんともしがたく、オブジェクトや背景が大幅にカットされるなど、かなりのダウングレード移植となっています。波打ち際の海岸線や、広大なお花畑、切り立つ断崖絶壁など、このゲームの肝でもある、多彩で美しい景色がほとんど再現されていないのは大きなマイナス点でした。もう一つの肝である音楽に関しては、FM サウンドユニットの発売前ながら、密かに FM 音源に対応するなど頑張ってくれています。なお、海外では 3D グラス対応のアウトラン 3D が発売されましたが、残念ながら日本では発売中止になっています。マーク3版から4年後、まだまだ家庭用ゲーム機での完全移植は実現できませんでしたが、メガドライブ版は、車や障害物などの大きさは原作にかなり近くなり、スクロールも滑らかになりました。海に入った時の水しぶきや、アルプスの草原やビッグゲートの石柱といったおなじみの風景から、マーク3版ではカットされた、クラッシュした時に投げ出されても、平気なカップルといった細かい演出もしっかりと再現されました。グラフィック面ではかなり健闘を見せた一方で、サウンド面では否定的な声も多く、新たに追加された新曲は雰囲気に合っていないと不評で、エンジン音がしないなど、効果音に関してはかなり貧弱でした。そもそもの難易度が下がった印象ですが、難易度設定がスーパーイージーまであり、名ばかりのイージーモードが多いメガドライブにあって、ちゃんと初心者救済になっています。Congratulations!メガドライブ版と同時に発売されたゲームギア版は、オリジナル要素として、ギアのオートマ設定や通信ケーブルを使った対戦プレイなどが追加されています。ハード性能が同等のマーク3版のアレンジ移植かと思いきや、完全に別物になっており、原作の再現にこだわらない割り切った作りで、遊びやすさという点では向上しています。特に滑らかになったアップダウンやコース分岐は頑張っています。コースはオリジナルのものに一新されていて、コース数が減った分、一つのステージが長くなっています。ただし、名物のビッグゲートやギアガチャ技までなくなってしまったのは残念なところでした。なお、海外ではアウトランヨーロッパという派生作品もゲームギアとマスターシステムで出ていて、日本でもゲームギア版が発売予定となっていましたが、残念ながら発売中止となっています。
トランの続編となる同名アーケードゲームの移植版。前作からの大きな変更点が、コース分岐が廃止され、ターボの使用による超加速ができるようになったこと。また、ライバルカーの存在や、パトカーによる妨害など、レース要素が強くなったのも特色です。車のモデルが変わったり、派手にクラッシュしなくなったりと、細かいところも色々と変わっています。しかし、メガドライブ版は、特に背景などのグラフィックの再現度があまりにも低く、完全に別物のゲームになっていて、特に雨のシーンなどは画面が見づらすぎてプレイに支障をきたすレベルで、前年のアウトランの移植の出来が良かっただけにユーザーの期待も大きかったですが、完全に裏切られてしまいました。そもそも4メガで移植すること自体に無理があったので、容量を増やすなどの努力はしてほしかったところです。メガドライブ版のアウトランを移植したスタッフによって開発された近未来版のアウトラン。アウトランの名称仕様の許諾をセガから受けるまでは、サイバーロードやジャンカーズハイという仮のタイトルが付けられていました。従来のアウトランよりもスピード感が増しており、落とし穴やジャンプ台、隠しコースなど、これまでになかった味付けもされています。スムーズなアップダウンや立体交差の表現など、技術的に見るべき部分は確かに多いのだが、アウトランの移植の成功が過信につながり、技術先行に陥ってしまった感は否めません。全く耳に残らない BGM など、アウトランの名にふさわしくない部分も多いです。なお、近未来といっても、タイトルでわかるように、すでに今から5年前の話です。本来なら、こんなサイバーな車で若者たちが爆走している世の中になっていたはずでした。対戦型となったアウトランのシリーズ第3弾。次章、性能の異なる8台から選択可能で、選択できる BGM も11曲に増えました。これに関しては、メガドライブ版でもしっかり再現されています。アーケード版は、なんといっても、最大8人で楽しめる対戦が売りでしたが、さすがに、メガドライブでそれを再現するのは不可能で、画面2分割での2人対戦となっています。しかし、容量の限られたメガドライブで、多彩なコースでの対戦プレイを実現するために、苦肉の策として、1人プレイの時も、画面2分割のままとなってしまいました。そのため、画面の迫力不足はどうにも否めません。先頭を走っていると、コース分岐や BGM の選択権が与えられるというのは、アウトランの特性を生かした面白いギミックですが、これも2人対戦だとちょっと味気ない気がします。
アーケード版の登場から10年にして、セガサターンでついに完全移植と言える作品が登場。しかも、これ以降は、権利の関係で、自社がフェラーリ風のただの赤い車に変更されることがほとんどなため、セガハードのみならず、貴重な作品となっています。ただし、後期の白サターンで起動しない不具合があるので注意が必要です。スーパー 32X で好評を博したスペースハリアーとアフターバーナーで実績のあるスタッフが移植を担当しており、その移植度は折り紙付き。エンブレムの反転など細かい部分まで再現するこだわりぶりでした。それに加え、原作の作曲者である広志賞によるアレンジ BGM、国内版と海外版の切り替え、裏技ではあるが、60フレームで遊べるスムースモードなど、豊富なオプションメニューで、末永く遊べる一品に仕上がっています。Congratulations! $1回$5か。最後におまけのドリキャス版、シェンムー2に収録されています。権利上の問題で、自社のデザイン変更を余儀なくされ、エンブレムも、花馬ではなく、バッファローみたいなデザインになっています。また、BGM に関しては、ドリキャスの内部音源を使っているために違和感を感じる仕上がりとなっており、オプション設定などもないので、あくまで、ゲーム内のおまけゲームとして割り切りましょう。